新宿にやってきました。今回使うカメラはソニーの α77 と 16-80mm の標準ズームレンズです。今日は雨を撮りたくて来たんですけど、新宿駅の南口に着いた途端に止んでしまいました。また降り出すことを祈りつつ、とりあえず写真を撮っていこうと思います。ということで、まずはここから撮ります。この建物を改めて見ると層になった感じがいいなと思いました。あと道路の横線も綺麗なので、車がない時を狙います。ここでは横線の綺麗さを見せたいので、線が歪んでしまうともったいない。なので撮る時にはまず中心をこの柱に決め、そこに体を合わせる。そしてこの中心に向けてカメラを構えると線の歪みが少なくなると思っています。最終的には現像で補正もしますが、撮影時にできるだけ綺麗に撮っておいた方が仕上がりは美しくなる気がします。新宿駅南口の定番スポットに来ました。さっきまで降っていた雨がガラスに残っていたので、これを主題に撮ります。ガラスの枠は邪魔に感じたので入れないようにしつつ、副題として僕の風景を入れようと思います。水滴が主題なので、ピントは水滴に合わせて、シャッターはこの辺りに何台か車が来た時に切りました。この道路は白地がなくて、車がないと情報量が少ないと感じたからです。左の方は白地があって情報量的には十分な感じがしたので、こっちの車にはあまり意識を向けませんでした。南口のサザンテラスの方に来ると、濡れた床にテーブルが反射して面白い影ができていました。人が通った時にその人の影を入れつつ撮ろうと思います。写真は反射した人の方を主題にしたかったので、写真を反転して影の人が歩いて見えるようにしました。この時の構図を決める流れは、まず床の縦線に体を合わせて、次に反射したドコモタワーがテーブルにかぶらないように立ち位置を調整すると、右にビルの反射が映り込んで、ここに人1人分くらいのスペースが空いたので、ここに人の影を配置しようみたいな流れで撮ると、こんな感じになって上下を逆にして完成みたいな感じです。少し雨が降ってきて傘を差している人が現れました。奥のビルの壁を背景に撮ろうと思います。ビルの模様のアクセント的な感じで左下にワンポイントで入れてみました。少し立つ位置を変えて撮ってみました。3つの模様で縦に3分割するイメージで構図を決めました。高島屋の方に来ると、この建物の幾何学模様の壁がいいなと思ったので撮ってみようと思います。この入り口になっているところが幾何学模様の流れに変化のあるところになっているので、そこに人が重なった時を狙いました。そうした方が目につきやすいかなと思ったからです。ふとドコモタワーの方を見ると、この雨の日の霞んだ感じがやっぱりいいなと思って撮りました。高島屋から新宿駅南口の方へ戻る途中、いい感じのビルの壁を見つけました。傘を持った人も行き来していたので、ここを撮ってみようと思います。縦構図で画面をほぼ壁で埋めてミニマルな雰囲気にしつつ、白い部分を歩く人をポツンと入れる感じにします。ちょうど赤い傘を持った人が現れたので、傘がいいアクセントカラーになってくれました。ただ本当に急に現れたので、この微妙にはみ出たやつが映ってしまいました。これはもう少し自分が左側に立てば手前の壁で隠すことができたので、少しもったいなかったです。右の写真は左の写真を撮った後に少し体を左にずらして撮ったやつです。手前の壁で邪魔な何かが隠せているのがわかると思います。こんなのはフォトショップで消せよという話ではあるのですが、やっぱめんどくさいので撮る段階で何とかしたいのです。
雨が降ってくれたので、さっきも撮った南口の定番スポットに戻ってきました。明らかに水滴の量が増えたので、もう一度撮ってみようと思います。ちょうど赤色のタクシーが信号待ちで止まっていたので、画角の左下に入れておきつつ、右側の道路に車が来るのを待ってシャッターを切りました。これは完全にたまたまですが、ここで色のつながりも作れました。今度はシンプルに定番な構図で撮ってみようかなと思います。横断歩道を人が渡っているところでシャッターを切ろうと思います。定番なだけあって勝手にいい感じになってくれます。心の中には定番に頼りたくないっていう気持ちもあるんですけど、やっぱり定番には定番になるほどの良さがあるので、結局通りがかると撮ってしまいます。駅前の方に戻ってくると、この建物がこの水たまりに映っていました。建物の反射した感じや水たまりの形がなんかいいなと思ったので、水たまりに人が映った時に撮ろうと思います。今回は上下を反転させませんでした。普段だったら意気揚々とひっくり返しているところなんですけれど、この水たまりに映った人を主題として上下を逆にしても人だと認識してもらえなそうな気がしたからです。なので今回は足元だけを映して、どんな人が映っているのかを水たまりの反射で説明する、想像させるような写真にしてみました。今のところのすぐ近くにも水たまりがあったので、こっちでは意気揚々とひっくり返しました。ここでは構図は特に考えず、しゃがみ込んで水たまりに反射したところを撮りました。なんか高いところから撮りたいなと思ってうろうろと歩いていたら、高島屋の前のところを見下ろせる場所にたどり着きました。ビルの前をちょうど赤い傘を持った人が歩いていたので、右下にポツンと入れつつ、2つの壁で縦に2分割する感じで撮りました。なんやかんやで東南口の方にやってきました。上から細い道を見下ろせる場所があったので、ここを撮ろうと思います。気づいたら雨が止んでしまって、傘を持っている人がいなくなってしまいました。本当は傘を持った人がいるところを撮りたかったのですが、しょうがないので普通に撮ります。居酒屋の店員さんがちょうど道の真ん中に現れたので、ポツンといる感じに撮ってみました。撮っている時は意識はしていなかったんですけど、赤と黄色がたくさんあったので、人にも赤い黄色の要素があったらもっと良かったかなとか思ったりもしました。ふと見上げると、ビルの柱のそばに人がいました。黒い服を着ていたので、白い柱との対比で人が分かりやすくなっていていいなと思ったので、撮ってみようと思います。この光る看板は邪魔に感じたので入れないようにします。シンプルに壁の側面だけを撮って、右下にポツンといる感じにしました。今撮ったところの近くに青いカラーコーンと黄色い突起物がありました。カラーコーンについている棒の黄色と突起物の黄色がほとんど同じ色に見えたので、こんな感じに接続させたような写真を撮ってみようと思います。こんなよくわからない写真を突拍子もなく思いついて撮ったわけではなく、最近インスタでよく見ている方の写真を参考にしました。概要欄に貼っておくので、その方の写真を見てほしいんですけど、見るたびにレベルが高くて泣いています。それで自分もこんなの撮ってみたいと思って、少しでもそれっぽいことができそうな場所があればちょこちょこやってみています。こういうのを小さく積み重ねていけば、もっといい場所があった時に気づくことができるようになると思っています。少し歩くとカルティエの店員さんの後ろ姿が見えていました。
壁が左右対称な感じなので、中心の柱の位置に体を合わせて撮っていきます。写真に撮ったらまあまあ人が分かりづらい感じになりました。歪みが比較的少なく撮れたのでよしとします。このブルーアワーな感じとドコモタワーがいいなと思ったので、ここでも撮ってみます。たまたまタイミングよく一人の時に撮ることができました。撮る時にはこのドコモタワーが電線にかからないように位置を調整したりしました。ということで、歌舞伎町が見える歩道橋とかの定番のところも一通り回ったんですけど、写真も定番すぎるし動画の時間も長くなってきているので割愛ということで、最後にこの歌舞伎町のネオンのギラギラした建物が反射した感じがいいなと思うところを見つけたので、ここを撮って終わろうと思います。もうただシンプルに反射させました。ちょうど歩いている人に光が当たるタイミングがあったので、そこを狙ったりもしました。